じゃあこれ以上は聞かんとこインタビューしたいからはい、今日は原宿に来てインタビュー、1組目を見つけました。2人揃ってるかっこいいですね。ニックネームから伺ってもよろしいでしょうか。カツオ。カツオさんよろしく。カツオさん、リュウでゆうさんよろしくお願いします。じゃあカツオさんから、今日、着てるお洋服で紹介したい1個おすすめのじゃないや、かっこいい、今日紹介したい、いいアイテム、こだわりのアイテムを教えてください。こだわり、今日はまあ全身デニムで喉元にバンダナ巻いてリング入れるっていう感じかな。であとはシルエット的に下がゆったりして上キュッと締めたら今最近というか自分の中でだけど流行ってるって感じですかね。その特にバンダナがすごいいいと思いました。このバンダナは、デザイナーさんは誰ですか？デザイナーというか、デザインは分かんないですけど、グラッドハンドっていうブランドがめっちゃ好きで、これリーバイスなんですけど、これ以外は全部グラッドハンドってブランドで、はい、揃えてる。かっこいい。目の付けどころ自分ら良かったなと思います。ゆうさんも同じブランドとか今日のパーツに取り入れてますか？そうですね、もう上から下まで全部そのグラッドハンド教えてもらってじゃあちなみに、ゆうさん的には今日の一番のいいポイントっていうのはどこになりますか？ポイントはやっぱこの総柄のシャツですかね。やっぱ今日も暖かくなってきたんで、そろそろシャツ1枚とかでもいいかなと思ったんで、柄も総柄で、あとはまあシンプルにこっちベストとかも合わせてみてもいいかなと思ったんで、それで軽い感じで今日は来ました。すごくいいです。今日はもう暖かくなってきたからということで服選んだと思うんですけど、それ以外に、毎日服選ぶときに自分で決めてるこだわりとかルールってありますか？俺的にはまず靴、足から上にって感じで揃えていきますかね。だからシューズボトム着てアウター着てって感じですかね。で頭も最後ですかね、下から上にって感じです。ね、カメラさん、彼のこだわりの靴も見逃さないでくださいね。ゆうさんの一日服を選ぶ時のこだわりは何ですか？一番最初帽子が好きなんで帽子から決めますかね。で帽子から何が合うかなって後付けして、こっちとは逆に自分は上から下にっていう感じですかね。反対なんだ。面白い。はい、ありがとうございます。一番最初はマジ中学校の黒金とかチノパンとかなんだったかな、そうティンバーランドとか、なんかそんなのから入って、で一回スーツも着出して、でカジュアル系を行ってる途中でなんかわけわかんなくなってスカート履いたりとか、なんか変なコーデばっかしてて、で高校ぐらいの時にアメカジが好きになって、で今ずっとアメカジやってるって感じですかね。かなり貫いててかっこいいと思います。彼に教えてもらってファッション好きになったっていう感じですかね。そうですね、そのグラッドハンドっていうブランドからも入って、自分本格的にはまりだしたのが、隣の彼から教えてもらった時なんですけど、もともと映画がものすごい好きで、特に洋画ですね。でそれでやっぱそれのファッションとかものすごいかっこいいなとか思って、トム・クルーズの「トップガン」とか見て、やっぱ MA1 とか、かっこいいなとか思って、それも着出した時に、彼から結構ファッションを教えてもらったんで、それで本格的にはまったって感じですかね。じゃあ、いっぱい聞いたんだけど、ぜひ一言で今日の服を表現してもらえないでしょうか。腕の見せ所です。今日の一言、ファッションの、そっか、気分とかテーマとか。気分とテーマ、そっかな、大人なワルって感じで。大人なワイルド。じゃあ今日のファッションは一言でお願いします。アメリカ西海岸の、バーテンダー兼整備士ですかね。かっこいい、とっても具体的、ありがとうございます。お二人、ゆうくんとごめんなさい、もう一回ニックネームをおっしゃっていい？カツオ。
ごめんなさい、お二人の最初のインタビューゆうくんとカツオくんでした。どうもありがとうございます。入ることになりましたので恥ずかしい、これかっこいい2人とも。じゃあ原宿来て2組目の方に、2組目のチームにインタビューしたいと思います。まずは、お名前伺っていいですか？ニックネームで OK。どうしよどうしよう。どうしよどうしよう。ナイスとミーどうしよう。こ Nice to ん meet に you ちは。ニックネーム伺っていいですか？私ニックネームとかじゃなくて名前はジェニャですね。申します。はい、ジェニア、ナイスとミーユー。どうしよう。ジェニアのインタビューします。My name is クミ。私はクミ。クミ、日本人です。よろしく。じゃあまずどうしようから、今日の一番、自分のこだわりアイテムって何ですか？俺テックウェア好き。テックウェア、ちょっとミリタリーっぽいストリート。今日はそのテックウェアファッションの中で一番かっこいいパーツアイテムはどれですか？ライオットディビジョン、これ、パンツも好き。全部好き。すごいかっこいいです。じゃあ同じように今日の格好から聞いていきたいんですけども、今日一番の、おすすめアイテム、かっこいいアイテムなんですか？どうかな。もうほとんど毎日これでそんなになんかこだわるアイテムじゃないですけど、まあジャケットはいいと思う。これエンジニアガーメンツでなんかデザインはいいなと自分でも思ってますね。ごめんなさい。エンジニアガーデンズはデザイナーさんの名前、ブランドの名前。ブランドの名前です。エンジニアガーメンツ。ありがとうございます。原宿にあるんだ。知らなかった。必ずチェックしないと。ありがとうございます。なんかミリタリーワークミリタリー系の洋服。そうですよね。ワークミリタリー、かっこいい。ありがとうございます。じゃあ、今日なんかいつもはラフに選んでるって言ってたんだけど、どうして今日はこの服で選んだかっていうのが。毎日ですよ。毎日この服。今日は選んだとかじゃなくて、もう大好きだから毎日そう大体同じ、そうこういう格好が好きで、それでなんか今日なんか特別じゃなくて、いつも大体そういう感じだから、普通に好きだから着てるだけです。いや、自分のスタイルがあってすごいかっこいいと思います。ありがとうございます。今日はどうして今日はこの服だっていう風になったんですか？そう、毎日一緒。毎日一緒カップル？サイクリング好きから、そう超便利。安全とか快適でもあるんだ。そう、あと雨の日も関係ない。雨の日 OK。なんかバイク用のなんかブランドバイク用の洋服って感じです。なんか私詳しくないんだけど、私日本語の方が上手だからちょっと、ちょっと手伝いたいって感じ。なんかこのなんか洋服はなんかバイク専門洋服ブランドって感じなので、サイクリングの人、そういう感じです。もう一回ブランド名教えてもらっていいですか？でも本当にサイクリング特別サイクリングじゃないけど、俺自分で決めた。それサイクリング超に合う。ブランドの名前ライオットディビジョンとホーリーグライル、あとそれ日本のブランドちょっと覚えてない。日本のブランド。ぜひ後でクローズアップさせてください。いつ頃あるいは何歳ぐらいにどんなことがあってファッションが好きになりましたか？ずっと多分学校生だった時、ヒップホップ系服とストリートウェアとか、今ストリートとテックウェア混ぜてるミックス。日本の来る前に自分のストリートウェアのブランドやりました。俺デザイナーから。絶対紹介しなきゃ。そんなのちょっと詳しく聞くから。ブランド名は何ですか？ブランドの名前。そう、自分のブランドの名前。当初インスタ。俺も当初になった。みんな友達当初という。インスタグラムありますか？あります。インスタグラムあります。かっこいい。同じくファッションいつ好きになったか聞いてもいいですか？そうですね。私ファッションというなんかクオリティのものが好きで、
洋服だけじゃなくて何でもなんかクオリティが良いものがなんかこだわってるというかなんかいつも選んじゃうからまあ、そうですねなんかもうなんか触るだけで気持ちいいって感じなので、こういうなんかこうクオリティにこだわってるブランドやエカとか日本のブランドはね日本のブランドでいいですねなんか日本製のものはすごく気に入ってるから、そうですよねもうまあそれもなんかずっとそうかなと思いますね。じゃあちょっと難しいかもしれないんですけど難しい今日のいや難しいかっこいい一言を待ってる真面目話すことはやらない。今日のあなたのアウトフィットを一言でワンワードで表現してください。ま難ずはしいわそれじゃあまずはあっち OK じゃあここ編集してもらって今日のアウトフィットをワンワードで表現してください。俺。Cool もっとかっこよくいけるかな今日の一言を、今日のファッションを一言で、ぜひチャレンジしてください。まあファッションだとなんかワークかなワーククローシンなんかワークの洋服でワーク系ですね。よくうまく表現されていると思います。いいワークに合う、ブルーのカラーと。じゃあ今日はありがとうございました。お二人でございます。インスタグラムチェックしてみてください。ガッて引くんでその時もお顔は出るんですけど、そこは OK。じゃあインタビュー始めていきたいと思います。3組の方です。ニックネームお伺いしてもいいですか？じゃあケンケンさんよろしくお願いします。私久美って言います。去年もうひときわ目を引くファッションだったんですけれども、今日の一番こだわってるアイテムっていうのは何ですか？そうですね。このズボン。いいね、珍しいパンツですよね。これ汚れてるじゃないですか。本当に汚れなんですよ。ただ汚れてるズボンです。まあいいかなみたいな。ただ汚れてんだけど彼的にはだんだんクールになってきたと思っているそうです。僕は安いものしか買わないんで、全部2000円ぐらいです。全部2000円ぐらい。じゃあちょっと聞いてみようかな。帽子はいくらですか？帽子は1000円ですね。帽子1000円。ブランド覚えてますか？ブランドないです。このくまちゃんシャツはいくらですか？これはなんか下北かどっかで2000円ぐらい、1980円ぐらいです。超買い物上手。これはカードケースはファッション、それともお仕事アイテム？仕事アイテムです。これすぐ見たら誰か分かるように、こういうもんですみたいな感じで。僕のは全てなんで、シャシャって動けるように。じゃあ動きやすさと気温以外にもコーディネート的なこだわりって毎朝決めてたりしますか？いや何にもないです。何にもないです。何もこだわりないけど自然におしゃれなんですよ。出来上がっていく。かっこいいかっこいい。なんと歩いてて安いと思ったら買う。安さはかなり重要視しているポイント。5000円以上のものは基本買わないです。ほぼ買わないです。コートとかはたまに買いますけど普通買わないですね。かっこいいな。どういうことがきっかけで？わかります。今彼貧乏って言いました。Hello, this is Check。今日4組目のおしゃれさんにインタビューしていきたいと思います。トータルコーディネートで2人で超素敵ですね。ニックネームから聞いていきたいと思います。ニックネームなんですか？ラズです。ラズちゃんよろしく。千代です。千代ちゃんよろしくお願いします。トータルコーディネートだと思うんだけれども、今日一押しのアイテム、今日これが着たくてこのコーディネートにしたんだっていうパーツがあったら教えてもらっていいですか？今日は千代ちゃんと双子コーデをしたかったので同じブランドのワンピースにしました。じゃあどこのブランドなのか聞いてもいいですか？アトリエピエロっていうゴスロリのお店ですごい好きなんです。ね、そうだよね。すごい綺麗だしちょっと豪華そう。じゃあそのアトリエピエロさんのデザイナーさんってもし知ってたら教えてもらいたいんだけど、ご存知ですかね？はい、デザイナーさんというか社長さんの、芦澤さんって方がとっても素敵な方でいつもお世話になってるんですけど、お話も楽しくって素敵なお洋服も作られているので大好きです。じゃあもうデザイナーさんとお話しするぐらいこのブランドのファンなんですね。後でインスタグラムとか教えてほしいと、思います。ちなみに、今日は双子コーデテーマと、毎日ファッションを選ぶ
自分が大事にしてるポイントってありますか？私は本当にその日の気分で決めるので、晴れてたら明るい色とかですね。晴れてたら明るい色、今日やっと暖かくなりましたもんね。毎日ファッションを選ぶ、ポイントがあれば教えてもらっていいですか？私は自分のイメージを大事にしてるので、黒のイメージを大事にしてるんですけど、その中でもワンポイントで紫とか、今日は黒にバラをプラスするとか、いろんなイメージを持って一日を楽しんでます。すごい素敵。ラズちゃんの今日のコーディネート、全体黒だけどポイントがあってすごい素敵だと思います。リップもすごく素敵。2人のねバッグが超かっこいいよね。これラズちゃんからどこのバッグですか？これは雑誌のムック本についてたんですけど、ハリー・ポッターのバッグがとってもコーディネートにあったので、今日は茶色で合わせてきました。映画の小物みたいにかっこいいよ。すごくいい。どちらのバッグでしょうか？これは、アリス&ザ・パイレーツさん、これもロリータブランドさんなんですけど、昨日買ったばっかりなので早速おろしてみました。昨日買ったばっかり。おめでとう。なんかいいことあったのかい？そうですね。内緒だそうです。よくお買い物する街、ズバリっていうのは、ズバリともう一個ぐらい紹介していただけますか？やっぱり原宿と、あとはこういうお店が入ってるところがあるのが新宿にもあるので、そちらで買い物してます。同じく原宿、新宿はよく行きますか？はい、行きます。あとはこういったお店が入ってる横浜にもはい、行きます。ちょっとリサーチしてみたいと思います。今日の、ファッションを双子コーデって今いただいたんだけど、もしかしたら、そっちを使わせてもらうかもしれないけど、今日のファッションを一言で表すと何でしょう？2人で言ってもらおうかな。ちょっとじゃあ考えてもらって。Wait a second。双子のお嬢様。せーの、双子のお嬢様。すごく可愛い双子ちゃんに会えてとっても嬉しいです。お二人にありがとうと伝えたいと思います。どうもありがとうございました。